突然です。じゃんけんです。原戦ということで始まりました原戦ラジオ。陣内の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が思っちゃったこと、見ちゃったもの、聞いちゃったもの、言っちゃいけないもの、食べちゃいけないものを飲んじゃまずいものなんかをお話ししておる番組でございます。食べちゃいけないものね、散々言うてるけど、いい加減ちょっと考えましょうね。多分これ食べちゃいけないものね。香り付き消しゴムとかね、ああいったやつは子供の頃食べちゃったと思いますんで、そういう話をしましょうね。今日はどんな話をするかと言いますと、昨日の昨日の佐藤柏さんの話にもちょっと通じるところがあるのかなというところで、つんくさんのノートで天才プロアマチュアじゃんけんの法則っていうのがありまして、これが非常に面白かったというかとうなったので、そのお話をしたいなと思います。これはじゃんけんに例えてプロアマ天才のじゃんけんの相関図というかね、勝敗図なんですけど、アマチュアはプロに勝つんですね。でプロは天才に勝つんです。ところが天才はアマチュアに勝つね。この3すくみの状態だということが書かれていって、簡単にどういったことかというと、プロは天才に勝ってね、プロはアマチュアに負けて、アマは天才に勝てないって書いてたんです。これね、こうよくね読んでいくと、どこを勝敗の起点にしているのかなっていうところで、勝ち負けはついてるんですけども、天才つんくさんのその書かれていた定義によると、天才はいつ作品ができるのかわからないし、できたもので一生ね食っていけるとも限らない。だから曲であれば1曲できて、それで一生食べていける分のお金が稼げるか稼げないか、絵だったらその1枚でね、一生食っていけるのかどうかね、一生食っていける絵が曲が1曲できれば、ね、それはもう天才だということが書いてまして、ただ2曲目2作目がホイホイとできれば、そうですね、一生分じゃなくて3年分の稼ぎが3年に1回できれば、天才、それはもうプロなのかな。そうなると定義的にいくとプロになっちゃうのかもしれないですけど、そういったことが書かれていて、プロはじゃあどういったものかというと、締め切りやクライアントの要望に応えて、いわゆる商業ベースで作品を作り続けられる人がプロとして定義されておりました。そうですね、だから自分のやりたい 100% じゃなくてね、こういった曲をとか、曲であればね、こういったフレーズを入れてとか、CM ソングなんかそうですよね。締め切りがあって、こういったことを歌ってほしいという要望があって、それに応えて、作品を作り出せるのがプロ。漫画家でも絵描きでもイラストレーターでもデザイナーでも芸人でも一緒ですよ、きっとね。要望、締め切りと要望にねちゃんと応えれて作り続けられるのがプロ。じゃあアマチュアは何だといった時に、自由に発想してね、締め切りもなければ要望もない、ただただ自分のしたいことをしたい時にできるから、なぜそれがプロに勝つのかといったら、その発想力というかね、作品力というか、それは考えつかないぞというようなことが生まれるのがアマチュアだと。でこのノートの中に最後に締めくくられているのは、だからそういったなんていうんですかね、こう考える範囲を狭めないで、もうね、
いろんなコンテストに出るとか出すとかっていう場合は本当に自由に発想してもっと自由に発想してほしいなってことが書かれてたんですがですよ、僕はちょっとこれを読んで思ったね、とても分かりやすい構造というか、商業ベースで考えた時にはやっぱりプロが一番強いというか、ね、天才の一撃はでかいですけども、それがじゃあ生涯年収としてプロに勝るのかどうかっていうのはまた別の話ですけども、っていうのがあって、じゃあアマチュアで稼いでいるいわゆる同人のプロ同人のプロって言ってたらもうプロですけども、同人の世界で、活躍している、アマチュアはどうなんだって思った時に、これはもう同人のプロで、先にね答え言っちゃってるけど、これはもう同人のプロですよね。だからもともとね、締め切りや同人でいうとコミケとかね、ああいった年に数回あるそういった催しのためにコミケが分かりやすいかな、コミケとか言いながら行ったことはないんですけど、コミケとかね、文学フリマとかいうのもあるんですよ。僕は1回出ております。文学フリマとか、あとコミティアねなんていうのが、あとはあれか、デザインフェスタとかありますけども、そういったところで開催期間が決まってますから、それを締め切りとして、そこに向けて作って作品を売るっていうことがなりわいとして成り立つ。なかなかね本当に一握りだと思いますけどね、そこで1年分を稼ぎ出すなんていうのはね、大変なことだとは思いますが、それでもうやっていけてる人は少ないながらもいるわけで、あとはねバイトしながらそれに向けてでやってる方もいるとは思いますが、それだけで食べていける人はもうすでにそれ同人のプロですよね。ってことは、いわゆる商業ベースのプロよりも締め切りは緩く、また要望も緩いですよ。だから作風をね買ってもらえてるっていうのがでかいとは思いますけども、要望はないで、こういうのが読みたかった見たかった聞きたかったみたいな要望はないんですが、架空の要望というかね、芸人で言うと芸風ね、何か一つ受けたネタがあって、感じで、新しいネタをみたいなところで持っていくってことは、ある程度要望といえば要望なんですが、そういったものに応えて、コミケなんかで、売るといった場合はやっぱりそれはもうプロなんじゃないかなと思います。同人のプロだから、この理論に当てはめるとですよね、いくら入り口はアマチュアでもね、どこか一作が一つ生まれた時に、じゃあその作風でじゃあこれでやっていこうって舵を切った時に、それをねマスのマーケット、いわゆる商業ベースに乗っけるんではなく、もうちょっと狭い範囲、同人の世界で商業ベースに乗せられるということは、やっぱりそこはもうプロですよね。だから他の業種で考えた、芸人なんかで考えると分かりやすいのかな。テレビベースね、テレビメディアラジオテレビなんかで活躍すると、ある程度なんていうんですか、任されるというか求められるじゃないですか。こういう感じで毒舌キャラだったらそのキャラでとかね、IKKOさんのモノマネでみたいなのは求められるじゃないですか。でそれに応えていくっていうのはプロですよね。が商業ベーステレビなんかが商業ベースなんであろうと思うんですけど、一方ねYouTube になると結構みんな好きなことをやってて、今度は逆にそこで成功というか
再生回数が伸びると、逆に今度こっちのね商業ベースのYouTube でも十分商業ベースになってるんですが、なんだったらテレビを脅かすぐらいの存在にはなってるんですけども、そういったマスのメディアにこう引っ張られていくね、Ado さんとかね、こう YouTube で再生回数がすごい、じゃあテレビで取り上げてみたいなことにもなるってことは、やっぱりある種同人だった世界、ね、コミケであるとか YouTube であるとか、そういった世界からこう、マスの世界、もうどっちがマスなんだか分かりませんけど、テレビ、いわゆるマス、昔からある商業ベースプロの世界に行く流れというのも出てきている。その逆もありますね。プロからその、同人、アマではないですけどね、そういった世界に進出していくというね。だからなかなかこのねアマプロ天才のこう定義づけっていうのは結構難しいですよね。その同人はじゃあどっちなんだとかね、 YouTuber はじゃあどっちなんだ。 YouTuber はもうプロとして見れるじゃないですか。ある程度求められていることに応えているだろうしとね。じゃあ俺は一体どこなんだって言ったら、もう完全にこれ俺はアマチュアですよね。そうか、天才かもしれんね、どっちなんだみたいなことをちょっとつんこさんのノートを見て思っちゃいましたというお話でしたね。非常に面白い、理論というか概念でしたんで、ぜひ皆さんも読んでみてください。リンクは貼っときます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。